天坂の村を歩く。今回は南アルプス西側に分布する山岳集落の中から天竜川支流の壬生川が刻む谷に面する伊那市長谷の宇津木と裏集落を訪ねます。こんにちは、マンボウです。今日ですね、信州南信濃に来ています。ここはね、伊那市の長谷というところなんですが、旧長谷村ですね。琵琶湖の神田橋という橋です。そこで今撮影しています。これからですね、この南アルプスの西側にずっとあります天坂の村、今まで何回もね紹介しておりますけれども、まだね行ってない集落がありました。そこをね、何か所か訪ねたいと思っています。はい、今ね壬生川の琵琶湖、その東側のね道を走ってます。国道152号線、旧秋葉街道ですね。この谷はですね、南アルプスと、それからその前衛の山、伊那山脈ね、その2つの山に挟まれた谷です。中央構造線、天坂の村を ご覧の方は必ず出てくる中央構造線ですが、その中央構造線そのもの、それが走っている谷。これは入ってくるのかな。はい、ここから斜面登ってきますね。よいしょ。狭いね。いかにもね、上に集落があるぞという感じがするでしょう。お、集落が出てきた、出てきた。集落出てきた。お、なんだこれ。宇津木の集落に登ってきました。これ一番上でしょうかね。そこにねお寺があります。まずお寺行ってみますか。立派なお寺ですよこれ。宇津木の薬師堂ですって。西国33観音、これがね宇津木薬師堂。でかいお堂ですよ。なかなか大したもんだ。っていうかさ、こんな山の斜面にこれだけのね平場があるっていうのはすごい。石仏がね並んでる。一枚一枚ね像が彫られてる。こっちの方がしっかりしてるかな。これちゃんと彫られてるぞ。ではね集落をね歩いています。まあ今ね登ってきたけど一軒だけ住んでる方がいたかな。あとは全部住んでない無住あるいは廃屋ですね。そこは住まれてるかもしれないね。カーテンが閉まってるから。蔵が結構ねありますよ。めっちゃ軒が深い前にはテレビの音が聞こえるから。こんにちは。お、来た。
今この集落ね、何人お住まいなの？ 3 人。こちらとあちらの家。あ、こっちと。そっか。3世帯、3人って言ったっけ？ 3 世帯。でも古い家ですね、これね。屋根の勾配がね、緩やかだから、もともとは板吹き。今ね、金属吹きになってますけどね、元は板吹きでしょうね。この向こうに蔵があるのかな。蔵がある。なんかね、面白いんだよな、集落っていうかね、別荘地みたいな感じなんですよ。このね、林の中に家がね、点々と立っている。これ真ん中がね、土間でしょうね。土間の右側がかつて馬屋かなんかあったのかもしれない。で、左側が広間。でもでかいな、この縁側がね、大きい。ほとんど廃屋。蔵があって、奥にさっきね、朽ちていた母屋があります。ほとんど林の中の集落だね。ここ人住んでる。車がある。南アルプス国立公園宇津木保健休養村だって。そっかそっか。案内板だ。今ここにいるわけですよね。これだけね、家がいっぱいあるわけですよ。本当は区画があって。これがお寺ですね。今ここからスタートしてずーっと来て、ここに住んでる方がいて、3人住んでますよっていううちの1軒、それからちょっと登ってって見させていただいた民家がこれか。地図で見るともっとね、家がいっぱいあるんですよね。地形図見ると家のね、プロットがいっぱいあるんだけど、そんなにね、これ今歩いてみた感じない。林の中の集落。林業ですかね、これはね。農地の跡とは思えないな。この2軒の家行ってみようか。旧板吹きの規律な平入り。真ん中のところの、玄関、式台、そこのところに大きな梁が渡ってますね。梁じゃない、桁か。ですね。で、このところに土間があって、空間が大きく取られてる関係で、でっかいね、梁が頭を出してますね。そして、桁行き方向、播磨方向、大きいですね。軸組がね、外に現れた、西洋で言えばハーフティンバーなんて言いますけどもね、新壁作り、曲がった梁が外に出ていましてね、こちらの家、住んでませんけれども、左側が蔵、
板蔵が壊れてますけどね、板蔵があって、土蔵があってということで、あ、この家はね、立派な家ですよ。ほら。この蔵のね、前庭がね、母屋の主翼の妻面に突き刺さってる。うん。ほらほら。2階がつながるようになってるのかな。養蚕をやれたのかな、養蚕ね。ああ、そっか、こっち側も土蔵だったんだ。板蔵っていうか。ね、こういう家もあるんですよね。現代風でこう床を上げてね、ちょっとね、別荘っぽい。先進庵っていうのかな。うん、別荘でしょうね。戻ってきました。まあ、宇津木集落、うん、いいですね。はい、宇津木集落でした。うん、そっかそっか。ここの集落のね、標高、これをお伝えしてなかったですね。標高がね、1050メートル。ここはね、稲山脈の今すぐ東側にあります入野谷山、1772メートルですけれども、その山から北側に伸びる尾根状の東斜面がありますね。そこにある集落です。で、標高が1050メートル。でこれから行きます裏集落も、この入野谷山の東斜面に相当します。よいしょ。ヘアピンカーブ。はい、それでは裏集落に上がってきますね。裏集落なんですがね、ここは2000年にね来たことがあります。22年前。先ほど言った宇津木集落と同じように、尾根の東斜面に続く集落なんですけどね、宇津木が1050メートル、標高1050メートルだったのに対して、裏集落はね、上流側に上がりますから、標高が1150メートルになります。まあ、緩斜面ですね。緩斜面上に集落が形成されていまして、縦にこう分布しているというよりは、同じ等高線上に同じレベルで集落が横に等高線伝いに広がっているっていう感じです。はい。平家の里裏なんて書いてありますけどね。そう。ここもね、落ちうど集落なんですよ。まあ、全部そうですけどね。ここが入り口ですね。この集落の入り口ね、こっからね、林道前浦線っていうのが分かれてる。はい。林道封鎖されてませんね。通れますね。ただね、見てください。熊出没注意なんて。まあ、デカデカとね、出てます。もうこれ見ると怖くていけませんね。車に乗ってるだけならいいけれども。ね、入ってってキャンプでもしようなんて思いませんね。さあ、なるほど。こんなね、石碑まであるんだ。平家の里。裏村かな。まあ、住んでる人いませんが、家が割とこう連なっておりますよ。こちらは住んでるかな。そして生子壁の腰壁の蔵があります。これか。これね、22年前の写真でも写しました。こんな家もあれだな。床が上がってんな、石垣でね。
こういう建て方なのかな。別荘みたいだね。ここにもね、前庭の軒が深い、土蔵があります。完全に漆喰が剥げて落ちております。いいね、高原の集落みたいな感じ。別荘地みたい。母屋と蔵が相対していて、中庭が作られております。お邪魔します。ね、ここがね、座敷だと思うんですけどね、一番右側。で、真ん中がね、中の間だと思うんですが、そこにね、入り口があるんですね。式台みたいになっててね。で、一番左側に土間があると。向かい側に蔵がある。蔵と板蔵。座敷の横のところにね、門みたいなのがあるから、ここに庭が作ってやったんだな。ちっちゃいけど。だけど庭が、この道通すために、多分もっと広い庭があったんだよ、これ。道通すために削られちゃったんだ。うわあ、綺麗だな、ここ。お花畑の中に小屋があって、なんか朽ちた車が、軽トラが捨ててあるが、そりゃそれでいいね。なんか書いてあるぞ。ありがとう。75歳ありがとうって書いてある。さてさて、これは何でしょう。文庫じゃないかな。長谷浦公民館。公民館か。もともとは分校じゃないかな。この屋根もちょっと凝ってますよ。これサイディングでねカバーしちゃってるけど、中は下見板張りでしょうね。で洋館ですね。ヤギさんがいるよ。かわいい。向こうのヤギおしっこしてる。こんにちは。ここもね別荘っぽいよね。結構多いのかな、そういう人たち。観光地として有名なわけじゃなくて、避暑地としてはいいのかもしれない。標高が1150メートルだから、まあね、涼しいですよ。でね、ここってね、一つはこの下の方に集落が伸びてます。そっちにまずね行ってみましょう。よいしょ。小さな家がある。森の中にね、もちろん廃屋1軒2軒3軒ぐらいあるかな。これね、石がね青い石、三場川編成岩ですよ。つまり中央構造線沿いにね分布している青石です。ここにもあるんだね。あの家も別荘っぽいね。
そっか。あ、これも別荘だね。ブラブラザ。遠くに見えるのが南アルプスの主峰なのかな。違うかな。まだあれ木がいっぱい生えてるからね。主峰はもっともっと高いでしょうね。手前の尾根の頂かもしれない。南アルプスの天坂の村、伊那市旧長谷村の宇津木と裏集落を歩きました。標高1050メートルから1150メートルにかけてある2つの集落でしたけどね。宇津木の方はほとんど住んでる人がいない。裏の方はね結構住んでいる、あるいは管理されている家が多い印象を受けましたね。その理由はおそらく古民家を別荘で使っている人もいるんじゃないかな。いずれにしてもいいですね、この集落は。はい、ということで分杭峠を越えてね、大鹿村の方に行きたいと思います。大鹿村はね今日は取材しません。大鹿村を通って一旦、稲谷に降りましてね、そこからもう一回この、国道152号線の方に入ってっていうのは地蔵峠がね越えられないんですよ、通行止めで。そして遠山郷の方に入りたいと思います。次回は遠山郷旧上村の下栗、ここを徹底的に歩きます。